東京リベンジャーズラジオ。皆さんこんにちは。テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役新勇気です。皆さんこんにちは。立花直人役大阪亮太です。この番組は絶賛放送中テレビアニメ東京リベンジャーズの魅力を余すところなくお伝えしていくラジオ番組です。はい、4月はマンスリーパーソナリティの直人役大阪亮太さんとお届けしております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。放送がスタートしました、しましたね。皆さんもご覧になっていただいてますでしょうか。激アツなね、作品に触れて、どんな感想を持っていただいたのか、感想を送ってください、お待ちしております。お待ちしております。で番組も、このラジオ2回目となりました。そうですね、隔週なんでね、ちょっとアニメもちゃんと放送した後に話せるからいいよね。ちょっと話せることが増えていきましたね。前回は初っ端がもうガチガチだったということで今回は少しリラックスして伝えていけたらなと思っています。めちゃくちゃ笑顔硬いけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？前回もでも楽しくさせていただいたので、今回も楽しく気合を込めて、お送りできたらなと。楽しんでるのが一番いいよ。いやそうですよね。やっぱ楽しんでないと聞いてる人たちにも伝わっちゃうからさ。伝わっちゃいますね、苦しんでるところが苦しんでるところは伝わっちゃう。面白い苦しみだったらいいけどね。見て苦しんでるところを楽しめる。焦ってる苦しみとかだったらいいんだけど、そういうのはいいんだけどね。でもあれか、隔週でマンスリーなので今回がラストに大阪さんになっちゃうので、そうなんですよ。少しでも成長した僕をお見せできればと。言っても2本撮りなんで成長する、こんな短時間で成長するのだからそうなんですね。でも1回目のね賛成点も踏まえて、いいとこはいいとこで出していってっていうのはね、頑張りたいといただきたいと思います。はい、それでは始めていきましょう。東京リベンジャーズラジオよろしく。東京リベンジャーズラジオ。というわけで2回目の東京リベンジャーズラジオですが、アニメが早いところでは第2話まで放送となりました、少し振り返っていけたらなと思います、ようやく言えることが増えて、でも第1話第2話までですかね、というところで、ちょっとあらすじ読んでいきましょうかね。わかりました、第1話、フリーターになっている竹道ひなたが犯罪組織東京卍会の抗争に巻き込まれて死んだことを知る、そして駅のホームで何者かに突き飛ばされ死んだかと思いきや12年前にタイムリープ、水戸中5人衆が登場したり清正が登場したりひなたに会いに行ったりということでございますけれども、直人にタイムリープの話をして、そして現代に戻ってきて、そしたら直人が生きていて警察官になっていたっていうところで終わるんですけれども、そして2話で、直人にいろいろ説明を受けて、さらに過去をどうにかしようと、ひなたを救おうと作戦会議をしてで、タイムリープ実際したところで、喧嘩賭博が始まっていると、そういうことです。さらっと直人が握手で戻れるんじゃないかっていう提案をしてきて、ここでまず一つ言えるようになったキーパーソンの直人が直人と握手することで戻れるっていう、これもなんでなんですかね。今よくよく考えると、だから直人も言ってましたけれども、最初のきっかけになったのが直人だからっていうってことだとは思うんですけどもね。直人がいなければ竹道は突き落とされて電車にひかれて死んじゃってたっていう、そのまま天国に行ってた可能性があるんですけれども、ひなと一緒にそうなんですけれども、これのおかげで過去を変えるきっかけをつかむことができたということで、竹道がどういう風になっていくかと思うんですけれども、清正と出会ってボコボコにされて、でも立ち直って過去を変えるために踏ん張って勝負を挑むところで終わると。気になるところで、めちゃくちゃいい引きだなと思って、ここすごいですよね。原作、今ここに原作もあるんですけど、原作読んでてももうデカデカと1ページ使って怠慢買ってくれよと、ここまでだ、ここまでですね。これでもやっぱ俺たちはさ、やっぱ不良漫画とか読んできてるから、その不良用語みたいなのは分かるんだけど、意外とこの
言葉の意味がわからない人って意外といるかもね。あー確かに、うん、怠慢とかもわかんない。怠慢とかそれこそメンチ切るとか。ああそうか、なんか2種類あるんだよね。そのガンをつけるとメンチ切るっていう。そうなんですか。そうなんです。昔はガンをつける、ガンつけっていう話をしてたんですけど、最近はねメンチって言うんだよね。へえ。俺意味はよく分かってないんだけど。関東関西でメンチが違う。へえ。タイトルマッチの略なのかな。違うか。怠慢は何かの略ですか。一対怠慢。怠慢。ああそうか。一人なるほどねに対してるっていう。怠慢か。なんかこれ読んでて分かんないことがあったら、じゃあこのラジオに聞いてくれれば答えるっていう、そう知ってることがあればね。知ってることがあれば、知らないことは知らないことは知らないですその場で調べるかもしれません、さあということで第3話がね、放送されますけれども、これこれから放送。そうですね。清正との怠慢がどうなるのか、普通に考えたらもうボロ負けですけどね。普通に考えたらね。ただこれをどう乗り切るかっていう、どう乗り切ってどうなっちゃうのかっていうのをもう楽しみに見ていただけたらなと、そしてマイキーとドラケンがどういう風に絡んでくるのか、出てきますからね、楽しみですね。はい、ということでここからはリスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していきます。はい、ラジオネームカオンさんからいただきました。ありがとうございます。新さん大阪さんはじめまして。はじめまして。僕は先日の神田明神ホールでの東京リベンジャーズ放送直前イベントに現地で参加させてもらいました。ありがとうございます。実は今年の年始めに3名限定東京リベンジャーズリツイートポスタープレゼントで東京リベンジャーズのポスターが当たり、そしてイベントも当選してとてもいい席で脇さんを拝見できました脇さん名指し新さんも初 MC とのことで緊張されているのが見えて声は出せないので、心の中で先輩たちに負けずに頑張れと応援していました。ありがとうございます。そして大阪さんが一番新さんをフォローしていたのではないかと思いました。違いました。達井さん皆様が毎週マガジンを買って一番最初に読むのが東京リベンジャーズで、コミックも買っている大好きな作品のグッズ当選やイベントにも参加できて、個人的にもより東京リベンジャーズを楽しめたらいいなと思っています。大変なご時世で収録も大変かと思いますが、お体に気をつけて頑張ってください。ラジオや3話以降も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。脇さんが好きなんだね。脇さんが好きなんですね。緊張してたら応援はありがとうございますでも脇さんが好きなんですね。あったかいよね、皆さんすごいあったかかったよね。いやもう反応ができないけどさ、声出せない状況でもう目線とうなずきでみんなうんって応援してくださったのが見えて、やっぱりその俺もさ、朗読劇以外でお客さんを入れて喋るイベントっていうのは、本当この状態になってから初めてだったから、この状態になって初めて。だいたいお客さん入れずにみたいなことが多かったから、そういった意味ではすっごい嬉しかったね。やっぱその声は出せずとも反応してくれるだけで嬉しいもんなんだなっていう、そう思いました。なんかだから逆にオンラインで見てくださってる方がどういう雰囲気なのか分かんないのが怖かったです。だから今日お客さんがでもいてよかったなっていうふうに思いましたね。でもみんな一緒で、会場にいる人たちと一緒で温かい目で見てくれて、なんかすごくでも司会もほぼ初だったんですけど、楽しくやらせていただきました。もうなんだカンペが出て、次に行ってくださいが出て、先輩方話してて、司会だからでも区切るわけにもいかないよなと思ってどうしたらいいんだろう。難しいよね。あれってどうしたらよかったんですか。どういう風に持っていくかね。でもそのままでいいと思うよ。そのままでいい。お話続けて区切りいいとこで、そう結局負けるとこで巻くみたいな。技術はその先々で覚えたらいいと思うけど、じゃあ日はあれで間違ってなかった。そうです。あれはだって割といい話もしてたから、そうなんですよ。切っちゃダメなとこだったから。よかった。全然いいです。そこが聞けてよかったです。ありがとうございます。じゃあ次のお便りに行きたいと思います。ペンネーム春の七草さん、ありがとうございます。いよいよラジオ始まりましたね。4月のパーソナリティは大阪さんとのことで、お二人のどんな話が聞けるのか楽しみにしてます。私はまだ東京リベンジャーズは原作漫画を読んだことがないので、アニメの展開を楽しみにしてます。12年前にタイムリープする作品とのことですが、お二人はもし時間を移動できるなら過去と未来どちらに行きたいですか、というお便りが来てます。なるほどね。そう
か。原作まず読んだことない方ですね、アニメから入ってもいいですけど、原作もやっぱり面白いですしね。面白いっす。なんならあと映画実写も始まりますしね。そうなんだよね。もうそれ全部それぞれの良さがあると思うから、僕も見たいなと思ってて、なんなら前回で使ったみんなが着てたそれ上映会の時に着てた、僕とユウさんと達久さんが着てた特攻服は、その映画の衣装チームの方がプロデュースしたという風な形で、ただ履いてたブーツは映画の時使ってたやつで、なんならあの時実はユウさんが着てたブーツが映画の時にすごい喧嘩シーンとかで頑張った証なんでしょうけど、もう靴ベロベロになってましたもんね。そう剥がれてたんですよ。剥がれてなんていうんですか、底が、そんなものを使わせていただいたっていうのが、だから映画の方もすごい楽しみだなって思いますね。なんかみんなちょっとやっぱり決め顔になってたよね、写真撮るときさ。ちょっと悪い顔しちゃうみたいななってました。そう、私はちょっと笑顔だったけど、他のみんなちょっと不良っぽくしてましたね。ガンくれてるなるべくガン飛ばすように舐められない顔。あれあれでよかったよね、結構いい写真でしたよね。そうだね、でタイムリープする作品とのことで、時間移動できるなら過去と未来、大阪さんはどちらに行きたいですか？俺はもう未来ですね。でも僕も未来ですね。なんかすっごい昔の街並みとかも見てみたい気もするんですけど、割と僕ガジェット好きで、その機械とか好きなんですよ。だからそういう未来のその家電製品とか機械とかちょっと見たいなっていうのはありますね。だからどこまでその空飛ぶ、それこそ飛行機とかがどういう風に進化するのかとか、車もどう進化するのかとか、進化してるのかとか、本当に EV だけになるのかみたいな、で今言われてますけど、どういう風になってるのかちょっと知りたいですね。あとは僕はでも本当だったら江戸時代とか過去に行きたいと思ったんですけど、この間なんか達人さんとそんな話もしてて、なんか言葉通じねえよって言われて。そうね、なんか言葉って結構変わりゆくものだから、そこリアルな話すれば通じねえよって言われて、じゃあ未来がいいなってでも未来は未来で通じないかもしれないからね。それもおっしゃってました。今の言葉がとっくに死語になってるかもしれないから。そうなんですよね。だって今だってマジをっていうなんて10年前だと意味わかんないですよね。なんかそういう新しい言葉どんどん生まれてって、もうついていけなくなるもの、なんか最近の若者の言葉わかんないなとかって大阪さん思ったりしますか？思うね。思いますか？なんとなく大体はネットスラングとかだから、僕もネットよく見るんでそういうのは分かるんですけど、もうさすがに女子高生言葉みたいなのは分かんないですね。そう、JK 言葉っていう。そうですね。知る必要もないんですけど使うこともないなんかいろんな言葉生みますよね。だからなんか誰が考えてんだろうと思うよね、あれよね。でも基本はやっぱネットですよね。なんかそんなイメージが。そう誰が言い始めて誰が広めるんだろうと思っちゃうよね、あれで。確かに何きっかけで。そういうきっかけが分かんないんだな。ありがとうございます。皆さんメールありがとうございました。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アニメやラジオの感想、他にも何でも OK です。じゃんじゃん送ってきてください。お願いします。東京リベンジャーズラジオ。さあここからはコーナーをやっていきましょう。まずはこちら、呼び名めいめい。東京リベンジャーズに登場するキャラクターたちには特徴的な呼び名が通称があります。例えば無敵のマイキーやドラケン、清正、パーチンなどなど、そこでこのコーナーではリスナーの皆さんからご自身の特徴を教えてもらって、僕たちが皆さんの呼び名または通称をつけていくコーナーとなってます。だから自分の特徴さえ教えていただければ、呼び名を考えさせていただきます。僕たちにも呼び名がありましたかっていうことなんですけど、なんか呼び名っていうかあだ名ってことかな。あだ名ですかね。あだ名か。しんくん。僕はしんがやっぱ特徴的で、しんくんとかしんちゃんとか、だからしんでニューみたいな風になるほどね、呼ばれたことはありますけど、でもそれぐらいですかね。でも基本演劇部の時はユッキーって呼ばれてました。ありそうありそう。俺もやっぱ名字が割と特徴的だから、この業界入っても基本的には名字で呼ばれることが多くて、しかも大阪さんでなんかあだ名みたいに崩すってなんか難しいですよね。名字であだ名絶対つけられないんだよね。もう大阪さん、大阪どこなんかこう短くするにもできないし、みたいな感じになっちゃうんだよね。そうですよね。そうだからやっぱ大阪っていうなるし、名前も名前で呼び捨てとか。じゃあ欲しかったりしましたか？なんかあだ名みたいなの。
あだ名小学校の時はありましたけどね。りょうたとかだったらりょうちゃんとかそういう。そうだね。今はりょうちんとかたまに仲いい人とは言われますけど。いいですね。なんかいいな。そういう感じで呼ばれたいな。どっちで呼ばれたい？そのあだ名とかじゃなくて、はい、上の名前と下の名前どっちで呼ばれたら嬉しい？でも僕なんか自分で勇気好きなんですけど、周りにやっぱりいっぱいいたんですよね、勇気っていう名前が。だからそれこそユッキーって呼ばれたり、ユーキッキーって呼ばれてるやつが周りにいて、なんか羨ましさも感じたりもしたこともあったんですけど、もうしばらくすればやっぱそいつがユーキッキーとかユッキーなわけで、もうシンはシンだなっていう風に今ではもうシンがいいなってなるほどね。シンくん、シンちゃんとかそういう風に呼ばれるのが好きですね。覚えやすいしね、シンくんってね。では早速リスナーの皆さんの呼び名をつけていきます、ペンネームリンゴバルーンさん、早速ですが私は炭酸飲料が大好きです、シュワシュワと弾ける泡、喉を通った時の爽快感、すっきりとした感覚がやめられません。こんな私に何か面白い呼び名をお願いしますとのことです、炭酸が好きなんですって。炭酸水が好きなのかな。炭酸飲料が好きって書いてますね。炭酸のジュースとかでもいいってことね。なるほどね。喉を通った時の爽快感、確かね。シュワシュワと弾ければすっきりとした感じ。女性なのかな男性なのかな。女性かな。なんかこういうあだ名とかになるとなんか男性とかだったらなんかシュワシュワやろうみたいになっちゃうんですよね。大体でもさあだ名つける時ってさ、割と見た目とかの方が多くない？そっちの方が多いですね。なかなかその好きなものとかでつけたりしないからな。むずいなこれ。もうめちゃめちゃずっといつ見ても炭酸飲料何かしら飲んでる方なんでしょうね。だからいつも炭酸飲んでるなっていうので、なんですかね、やっぱシュワシュワやろうになっちゃう。シュワシュワグビミグビビグビグビ飲んでめちゃめちゃいいじゃないですか。でも炭酸これなくなっちゃう。炭酸要素がなくなっちゃうからな。なんだろう、シュワミとかなっちゃう。シュワミシュワコシュワコシュワルツネッカシュワちゃんシュワちゃん結果シュワちゃん、女性でちゃん付けのちゃんがシュワちゃんじゃない方のシュワちゃん。シュワちゃんね。じゃあシュワちゃんで炭酸そうシュワちゃん。リンゴバルーンさんはシュワちゃんです。適当だな。決定そんな感じで。さあ続きましてラジオネームシウマイさんからいただきました。ありがとうございます。私はどんな動物よりもカエルが好きです。カエル、両生類愛してます。カエル可愛いですよね。私はメキシコフトアマガエルっていう子が好きです。こんな私に呼び名ください。カエル好きですか？カエルはアマガエルとかだったらまだね可愛いと思えるけど、結構毒々しい色のは好きじゃないですか？逆に毒々しい色の方がいいかも。僕も水族館にいるカエルっていうのが毒々しい色してるじゃないですか、あれ結構可愛いなと思っちゃうんですよね。やっぱでかいとやっぱちょっとねあれだけど、たまに街中にもいますよね。ウシガエルか、なんか危ないよとか思いながらどかしたりします。すごいやっぱ体型らしい低い声で鳴くんだよね。鳴きますね。ブーどこからか聞こえてきてすごいびっくりする。カエルか。カエル好きな人。カエル好きな人。好きなもので特徴であだ名か。じゃあちょっと今度はシンくんつけて僕が何ですかね。名前あだ名なんでしたっけ？あだ名じゃなくてペンネームなんでしたっけ？シウマイさんです。ペンネーム全くカエル関係ないですね。なんでカエルから取らないんだって思うんですけど、ペンネーム全然関係ないですね。もうでも月光しか出てこない。月光月の光。かっこいいですね。鳴き声ともしくは月に虹って書いて月光ですか？じゃあ月光のシュウマイ月光のシュウマイで2つ名としてそういう通称な感じでいかがでしょうか？それを本名につけて月の光としての月光のシュウマイ、意味はカエルの月光から来てるところでいかがですか？なるほどね。それでお願いします。月光のシュウマイ。続いて、ペンネーム受験は団体戦閉じさん、ありがとうございます。眉毛のケアをしていたら日に日に細くなってしまい、ある日先生に呼び出しくらいました、こんな私に呼び名をつけてください。見た目ですよ。眉毛のケアをしていたら日に日に細くなってしまい先生に呼び出されちゃうほどだそうです。なるほどね。そうか眉毛ね。細い眉毛、結構見た目的にはヤンキー気質な方なんじゃないですか？そうだね。最近見ないですもんね、あんまり眉毛めっちゃ細くしてる人って。なんでいかがですか？なんか思いつきますか？なんだろう、カミソリ眉とかでなんかすっぴん
すっぴんなんかすっぴんね、すっぴんの人って全然眉毛なくなってるみたいな。すっぴんくん眉毛関係ないからな。なんか細いものってなんだろうな。あとなんか切れ味がいいみたいな意味とか。ああ、なるほどね。ナイキナイキどうですか？逆ナイキ。逆ナイキ逆ナイキ。じゃあ決定でいいですか？ペンネームナイキリバースにしようか。あ、ナイキリバースいいですね。決定。ペンネーム受験は団体戦かっこ笑かっことじさんはなんだっけ？ナイキリバース。すいません、ナイキリバース定着したらいいですか？ガチガチに企業ですから。はい、ということで今回はここまでです。呼び名考えて難しいですね。いいね。やっぱ実際見てとか見た目だもんね、普通はね。お会いしてつけるとかなかなかあれですね。逆にじゃあ僕たちの呼び名もなんか考えてくれる方がいたら教えてほしいね。まあそれを受け入れるかどうかは別それ別として、それはもう断固拒否する可能性もありつつということで、以上呼び名命名でした。東京リベンジャーズラジオ。続いてはこのコーナー、新勇気のリベンジャーズ代行。竹道は恋人だった日向を救うため、そして逃げ続けた自分を変えるため12年前にタイムリープして人生をリベンジしようとしています、そこでこのコーナーでは竹道役の私新勇気がリスナーの皆さんができなかったことを代わりにリベンジしていきます、初回でもやりましたね、これを、僕のチャレンジコーナーとしてやっていきたいと。前回は僕何したんでしたっけ？自己アピールです。自己アピールかもう忘れるぐらいちょっともう黒歴史になっちゃったなかなかそうあれは失敗した。そう前回は失敗しちゃったので、今回こそはねいいところというか、そうなんです、スムーズに見せていけたらなと。やっぱこれ内容だけじゃないですね。やっぱちゃんと収められこの1分に収められるかっていうのはね大事、重要になってきますね。綺麗にまとめるというところが、そういうことです。よろしくお願いしていただきたいと思います。そしてメール紹介しましょう、ラジオネームマイピーさんからいただきました。ありがとうございます。この前宝くじを買いました。全然当たりませんでした。私は運がないんですね。悔しいです。シンさん、私の代わりにリベンジしてください。なるほど。というちょっとこれはどういう風にやるんだっていう風に思うんですけれども、そうですね、代行してもらう内容はこちらでございます。運試しをせよ。運試し、これからシンクには運試しをしてもらいます、やり方説明しますね。お願いします。シンクの前にボックスありますね。用意されてます。ここにあります。このボックスの中にはくじが入ってます。入ってます。たくさん入ってます。シンくんはこの中の丸が書かれたくじを引けばクリアということでございます。丸を引きさえすれば OK です。何回引けるんですか？何回でも引けます。何回でも引ける。そう、何回でも引けて丸を引けるまでやって、はい、OK 出るんですけども、はい、まあただ引くだけじゃ面白くないぜよと。そうでしょうね。それじゃあチャレンジにならないよということで、でしょうね。このボックスの中には丸以外に指令が書かれたくじが入ってます。指令が、それを引いた場合は、はい、必ずその指令をやらないといけません。拒否権はないです。わかりました。なかなかですけどね。なかなかですよ。だから何がこれ外れて普通に拍手もあるってことですか？あ、もう全部指令が書かれてる。じゃあ丸以外は全てチャレンジするっていう指令が、なるほど。ということでその丸を引き続けるまでその指令をやってもらうということになります。そうですね。きついでしょ？きついですよね、これきつい方ですか？そんなことはない。相当まあだから結局自分の運によりますよ、いきなり丸を引けばそれで終わりですけど番組的には本当にダメですその場合は僕もさすがにじゃあまあだから何枚入ってるか分かんないんだよね。これ結構入ってます。結構入ってますか？これ丸何個入ってるんでしたっけ？丸1個だけこの中に1個しか入ってないですか？結構入ってるんですよ。でもどんどん確率上がっていきますから。わかりました、じゃあ早速やった方がいいってことですか？そうやっていきましょう。まあさっさとやった方がいいでしょう。はい、お笑いさたいじゃあやっていきましょう。勢いで、はい、気合い入れていきますね。はい、新雪のリベンジャーズ対抗スタート。はい、よし引きます。でで読みます。自信のモノマネを気合を入れながら全力で。自信のモノマネ結構ハードル高いぞいきなり。わかり
わかりました。じゃあ大阪2種類選んでいただいていいですか。僕はスティッチのモノマネ、ディズニーのスティッチのモノマネか、藤原竜也さん演じるデスノートのモノマネ、藤原竜也さんのモノマネ、どっちかを選んでください。そうですね、ちょっとディズニーは危ないんで、藤原竜也さんのお願いします。やってみます。すごい久々だな。いきます。おいリュウク、さっさとあいつを殺してくれよ。どこ撃ってんだ。でも今のは全然 OK じゃないですか。いいですか。本当はもう動き付きでもやりたかった。なるほどね、動き付きでやる、ぶっ飛ぶんですよね、体を真横に。そういう動き付きで面白いんだね。なるほどなるほど。自信のものまで。次いきます。引きました。いないいないばあをヤンキーっぽくやろう。まあこれはまだいきます。いねえぜいねえぜ、ここだボケ。こんな感じ、ヤンキーっぽくこんな感じですかね。いねえぜいねえぜ。おお、受けた。うまいうまい、受けた受けた。やった。すごい受けた受けたかな。次引きました。丸引いちゃ。これちょっと待って、スタッフさんの顔がなんか苦笑いしてますけどね。みんな苦笑いしてますけど。戻した方がいい。後ろに座ってる人はもう目を伏せてしまいましたね。どうしたらいいですか。いややった、引きましたよ。いや違うんですか。どうします。どうしますがあるんですか。戻します。リベンジします。丸リベンジ。タイムリップしますか。丸リベンジします。あれもう一枚あった。もう一枚入っちゃった。もう一枚入っちゃった。もう一枚入っちゃいました。バーバーじゃない。バーバーじゃないのよ。さあタイムリープしてしまった。ちょっと早かったようですね。ちょっと早かったですね。尺的タイムリープしました。あれそんな丸引いた記憶はない。変わってねえぞ。俺と握手したことに今握手したら変わっちゃいました。ちょっとじゃあもう一枚引きますね。どうしました。どうしましたか。何もしてませんよ。自信のモノマネを気合を入れながら全力で。あれなんで被ってんの。タイムリップマジでしてんのかなこれ。じゃあもう一つ選んでいただいて。もう一つの。そうですね。いやなんかもう一個の方はでも危ないですもんね。もう一個の方はちょっと危ないちょっと危ないですもんね。なんかちょっとできそうな。今までやってみたいなと思ったけどやらなかったやつ。とか。もしくは自分の好きなもの。大滝秀治さん。おじいちゃん役で有名だった方のモノマネ。じゃあそれやっていただきお願いします。お前の話はつまらん。すいません。次行きます。でこれはなんかテレビで見たことがあるなっていう。リスナーに向かって喧嘩を売ってみよう。なるほどね。いきます。ヤンキー。おいリスナー聞いてんのかよ。あんまり舐めてるとしばくぞこれ。やめてくれ。舐めないでくれ。いや次いきますね。舐められちゃいけないっていう。舐められちゃいけないね。舐めないでくれ。どうしようかな。あれまあいきましたもういいですよね。許してください。何も聞きました。ありがとうございました。まさかのモノマネ2回やるとは思わなかった。同じの入ってるなんて知らなかった。同じの入ってたんだ。これはただのミスなのか本当に言えたのか。本当に言えた。さあということでリベンジャーズ代行終了。ありがとうございました。どうでした。いやどうでしたか。面白かったならよかった。いや面白かったです。よかった。全然面白かったです。正直に言って2回目はいやった時最初に引こうとしたの何だった。2回目最初にやって引こうとしたの丸が見えました。戻しました。さすがにこれで戻したのにもう一回リープした意味と思って。でなんなら今引いたのも一回手に取ってちょっとうっすら見えて、これインクが赤くてすごい見やすくて戻したんですよ。戻してもう一回混ぜて取ったら丸でした。もう引かれる運命でした。ね、なんならなんかもう一個違うやつぐらいあってもよかったのに。そうなんだ。ちょっと指令書かなきゃいけないから紙が大きくなっちゃうんだよね。ですね。これ僕だけでいいんですか。大阪さんに。いいです。君だけで。わかりました。先輩に振ることはできなかった。わかりました。痛みを分かっちゃうこと。痛みを分かっちゃうこと。残念ながらね。じゃあこれはこれで大丈夫ですかね。
まあでも楽しかったです、楽しかったです。いやでもいないいないバーは良かったです。あ、よかった。めっちゃ良かったです。さあということで次回のリベンジャーズ代行どうなるのかちょっと楽しみです、ね、楽しみにしてください、以上新勇気のリベンジャーズ代行でした。東京リベンジャーズラジオ、東京リベンジャーズ告知。ここからは東京リベンジャーズに関する情報をお知らせします。まずは原作情報です。東京リベンジャーズは週刊少年マガジンにて好評連載中です。単行本は第1巻から最新第22巻まで絶賛発売中です。さらに東漫初の公式キャラブック天上天下も発売中です。こちらバルハラ編までの内容を網羅し、主要キャラのプロフィールはもちろん涌井先生書き下ろしイラストも多数収録した充実の内容です。ぜひ手に入れてください。はい、続きまして放送情報です、テレビアニメ東京リベンジャーズは MBS テレビ東京 BS 朝日 ATX 他にて絶賛放送中です、各配信サイトでも配信中です。詳細は公式サイトをチェックしてください。はい、続いてテレビアニメ東京リベンジャーズ YouTube チャンネルが開設されています、私新勇気の体当たり企画をお届けする YouTube や涌井健先生完全監修のミニアニメしびりべを見ることができたり、このラジオのアーカイブが聞けます。ぜひチェックしてください。はい、続きましてパッケージ情報です、テレビアニメ東京リベンジャーズブルーレイ&DVD が6月16日より発売となります、アニメ書き下ろし三方成ケースに加え、なんと涌井健先生による書き下ろしオリジナル漫画ほか豪華特典満載です、特製ブックレットはスタッフインタビュー、キャストインタビュー、設定など68ページにわたる大ボリュームの予定です。ちなみに第1巻のキャストインタビューは僕とシンクになっております、お楽しみに。お楽しみに。さらに、オリジナルサウンドトラックやキャラクターイメージソング CD の発売も決定しておりますので、ぜひチェックしてください。はい、以上東京リベンジャーズ告知でした。東京リベンジャーズラジオ、お送りしてきました東京リベンジャーズラジオエンディングのお時間です。はい、2回目いかがでしたでしょうか。大変そうだねいやでもやってみたら楽しいですね。楽しいです、僕は非常に今楽しいです。リベンジャーズ代行楽しいですね。最初見た時は鬱でしかなかったいやこれできるかなって、いやなんか面白いと思ってもらえればいいですけど、そうだね、まあそのお笑い芸人ではないし、その皆様に面白いと思っていただけるのかってとこが引っかかりだったんですが、なんかまあ面白かったですよね。だから一人じゃなくてよかったね。そう、一人だったら全くもって反応がないからね。そうなんですよ。みんな面白いかどうか本当に分かんないから、でもこういうね相手がいるとやっぱり笑ってくれると、ああちゃんと面白いんだみたいな。大坂さん優しいから笑っていただいて俺はもう何でも笑っちゃうからありがとうございますでもとても楽しくさせてきましたね。だからまた今回はでも大坂さんがマンスリーでしたけど、また大坂さんが来てくれる可能性もあるんですか。なきにしもあらずですかね。なんならこの3人とかでやる可能性もあるんですかね。あ、そうですよね。誰かと一緒に出るみたいなね。その時も楽しみに。なんなら兄弟で一緒に出るとかもね。ありそうですね。いいですね。楽しみにしたいと思います。楽しみにしてます。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アニメやラジオの感想を各コーナーまでメールを送ってください。はい、メールは番組サイトの投稿フォームから簡単に送ることができます、もし直接送る場合、メールアドレスはすべて小文字で東漫温泉.ag、東漫温泉.ag、TOMAN温泉.ag です。はい、そしてこの番組ですが各週土曜日配信となります。次回の配信日は2週間後の5月8日土曜日、5月8日土曜日です。はい、さらにこの番組ですが温泉プレミアムで限定のおまけトークを聞くことができます。皆さんぜひ温泉プレミアムに登録しておまけトークもチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そして4月のマンスリーパーソナリティでした、大坂さんとは今回がラストとなります。最後に、アニメをご覧になってくださる皆様にメッセージを大坂さんお願いいたします。はい、まだまだね序盤なんでこれからどんどん面白くなってくる作品ではございますけれども、まあ、少しだけでもねアニメのお話ができたっていうのはすごく嬉しいですし、まあ自分の中にある原作愛みたいなのもちょっと語れたっていうのもあって、もう半分ただのファン
なところもあるので、原作の方もどんどん追ってってますし、これから先東京リベンジャーズ応援よろしくお願いいたします。大阪さんありがとうございました。というわけで、東京リベンジャーズラジオはここまで。お相手は花垣武道役新勇気と立花直人役大阪亮太でした。それじゃあ解散。